2500万年前、地球に乾燥の時代が訪れました。乾燥に耐えられず森は大きく後退し、その後が草原になりました。森と違った広々とした空間で動物たちは生き延びるためにひたすら速く走る能力を高めました。草むらに隠れて忍び寄るライオン、何かを狙っています。ライオンのお目当てはどうやらシマウマの群れ。素早く走る草食動物、それを追う肉食動物、どちらもまた速く走らなければ生きていくことができません。速く走ること、それがこの草原という環境に対する適応の方法なのです。ほら、シマウマの骨です。多分ライオンにでも食べられたんでしょう。骨を見てみましょう。いや、気持ち悪がっちゃいけませんよ。草というのは実はとても硬い食べ物なんです。それで草を食べる動物はとても強い歯を持っています。こうやって前歯で草を噛み切り、それを奥歯ですりつぶすわけです。この目的のために頑丈な歯が進化していきました。それから草食動物は顔が長く、いわゆる馬面をしていますね。これはどうしてかっていうと、草を食べる時も目の位置を高くして周りを見渡すためなんです。動物の姿や形はその環境で暮らすのに都合のいいように変化するのです。さらに草原はまた別な進化の仕組みを教えてくれます。遥か地平線の彼方から雨雲が近づいてきました。アフリカの大草原に1年に数回訪れる雨の季節の始まりです。赤茶けた大地が息を吹き返します。恵みの雨を受けた草は芽生え、たちまちのうちに高く生い茂り、その草を求めて動物たちが移動を始めます。新しく草の生えた場所に最初にやってくるのはシマウマ。彼らは草の葉先だけを食べます。ディクソンさんの言う通り、前歯で噛み切ってますね。シマウマが食べた後の葉先は、ほら、こんな風に。シマウマに続いてやってくるのはヌーです。ヌーはシマウマの食べた後の草を茎の方まで食べてしまいます。数日のうちに草原は芝生のようになってしまいます。ガゼルは最後にやってきて、さらに短くなった草を食べるのです。たくさんの草食動物が暮らす草原ですが、このように時間差で草のいろいろな部分を食べ分けて上手に共存しているのです。チータがやってきました。チータは地上で最も速く走れる動物です。シロアリの巣の上に登って行きます。少しでも高いところに登って獲物の姿を見つけようとしているのでしょうか。チータは草原という環境が生み出した進化の極致。長距離走ではガゼルにはかないませんが、瞬発力では他のどんな動物にも負けません。瞬間時速 130km ものスピードを出すことができるのです。ガゼルの子供が捕らえられました。たくさんの子供のうち
肉食動物から逃れることができたものだけが大人になり、子孫を残すことができるのです。このチータはどうやら母親だったようです。育ち盛りの子供を抱えた母親は毎日狩りをしなければなりません。おや、どうしたのでしょう。何かの気配を感じているようです。ハイエナです。小さい方はジャッカル。ずっと周りで様子を伺っていたのです。空からはハゲワシがやってきました。ジャッカルは何とかおこぼれに預かれないものかと周りをうろうろしています。チータはもう獲物のことはすっかり諦めてしまったようです。ハイエナは骨まで砕いて食べてしまいます。油断も隙もないジャッカルやハゲワシに囲まれては安心して食事できないと思ったのか、ハイエナは餌をくわえてさっさと立ち去って行きました。ハンターの食べ残しはさまざまな動物に食べられ、白い骨だけになってしまいます。たくさんの動物が住む草原にはたくさんの糞が落ちています。その中でうごめいているのはコガネムシの仲間。糞を団子にして一体何をしようとしているのでしょうか。後足で糞の団子をコロコロ転がして、この虫はタマオシコガネ。糞の団子を土の中に埋め、そこに卵を産みつけるのです。卵は糞の中でかえって幼虫となり、この糞を食料にして育ちます。糞を土の中に埋め込むことは植物の成長にも役立ちます。この虫もまた草原を支える大切な役割をしているのです。草原にはいろいろな役割を持った動物がいます。この役割のことを生態的地位と言います。この言葉を覚えておくと便利ですよ。草を食べる草食動物、それらを襲う肉食動物。動物たちはそれぞれの役割を担うことによって一つの環境を支えているんです。5000万年後の世界ではどんな動物がそれぞれの生態的地位を占めているんでしょう。それでは5000万年後のアフリカに行ってみましょう。